アミリスのトクコです。メリです。本日は新しく出るアミリスの最新号26号ですか？はい。26号のご紹介です。はい。26号は2月9日金曜日発売です。春夏号？春夏号、2023年春夏号になっています。思えば春は終わったね。でも春夏号なんだ。春夏号。春夏号っていうの。はい。そうですね。いつももっと早く出したいっていう気持ちがこもってるこのスプリングに。そうなんですか。希望を持って。これは英語版で、日本語版は表紙が違うんですけれども、はい、今回は英語版を見ながらご紹介すればとしていこうと思います。はい。いつも買ってくださっている方にはちょっと軽くなりました。そうなんです。背景は変わらず、重さだけ軽くなってるので、薄くもなります。薄くね。紙をちょっと薄い紙に変えてみました。資源の節約にもなるし、雑誌も軽くなって送料がと輸送費と燃料の節約になるかなと思ってそうですね。はい、ちょっと軽いものにしてみました。だいぶ違うんじゃないかな。だいぶ違うと思います。何グラムの差かは分かってないんですけれども、海外だとそうなんですよ。300グラム超えると送料がめっちゃ高いので、これだったらギリギリ収まってるかな。昔作ってたね小さいやつと同じぐらいの重さの感じがします。はい。まあ重いと大変だしね。よかったと思います。はい。今回はフィンランド特集はいになっております。はい、フィンランドといえばということで、水がテーマになっている1号になっています。はい。いつも特集とか記事も頑張ってるんです。なのでよかったら、あといいんじゃないですかね。クラフトガイドいつも人気なんですけれども、フィンランドもとても楽しめる街だなと思いました。そうですね。私たち何日かしかなかったんですけど、すごい頑張って生地屋さんとかボタン屋さんとか、ミュージアムとか、すごくいろんなところに休む間もなく行ってきて、いろいろなところを紹介しています。なのでここにもおすすめ場所もいろいろ載ってますし、インタビュー、私たちこのモーダーさんのアトリエまで行ってお話伺ったりしましたね。とても素敵な方でした。どうでした？ヘルシンキで一番印象に残っているといえば。ヘルシンキで印象に残っているといえば、でも寒かったけどすごい完全防備で行ったので、そこまででもないかな。私はやっぱりアールトの家を見れたのがすごい個人的にはずっと行きたかったので、嬉しかったし、でなんかねサリさん、このデザイナーのサリさんとかにも一緒にご飯食べたりしたんですけど、みんな結構建築に詳しくて、あそこ行ったらいいよとかいろいろ教えてくれて、おすすめしていただけました。でここに写ってる図書館も私立図書館なのかな、すっごい素敵な建物で、なんか市民の憩いの場みたいな感じになってて、この写真42ページに写ってる写真はその閲覧室なんだけど、下の階にはメーカーズスペースとかがあって、ミシンとか 3D プリンターが何でも借りれるみたいな感じで、で若い子がね何人も洋服作ったりしてて、ミシンが 4,5 台あって、若い子がたくさんそこで縫い物やってて、で編み物教室もやってたね。なんかねレッスンの告知みたいなのが出るんだけど、電光掲示板みたいなちゃんとニッティングレッスンもあって、編み物もあると思って、なんか私たちも住んでたらすごい入り浸りそうな予感みたいな感じで、そうなんです。 3D カフェの中にあったりね。そう楽しそうでした。そういうの使ってなんか作ってるね、男の子とか見たよね。そうでね、端っこに子供スペースがこう区切られてて、もう子供が
走り回ってもよしみたいな。すごい長いうん図書館なんだけど、この写真写ってる窓際をとにかく子供たちがあっちに走りこっちに走りでお父さんとお母さんが追いかけるみたいなそう感じ。あ、全然静かな感じじゃないね。真ん中にカフェエリアがあって、多分中下の層に真剣勉強エリアみたいなのがあったりして、で上の方がうんそうやって喋ってもいいような空間になってて、みんな楽しそうでうんすごくいいなって思いました、うん、楽しそうでした。に座ってるんですね。あ、そうそうそうみんなが床に座ってて、でもね、傾斜に両側がちょっと高くなってて、傾斜になってるから、みんな座りやすい感じ、でちょっと高いとこもあったりとか、そうすごいおすすめっていうかヘルシンキいいなって思いました、ヘルシンキまた行きたいっていう気持ちになりました。そうだったね。中条さんも行ったんだ。一日でね弾丸でね12時間だ12け。時間滞在しました、その割にはいろいろ見たよね。はい。はい。結構慣れた格好で行ったんで、立ち止まったら死ぬと思って歩き続けました。そうなんです。アラビアとイタラのミュージアムもとっても良かったよね。そうなんです。だから結構楽しめまして、はい、次はサマータイムっていうか夏にね、行きたいな行きたいなっていう気持ちです。はい。はい、もう英語ができる方はもちろん問題ないと思いますけれども、思いのほか分かりやすい英語を喋ってくださるので大丈夫かなと思うし、もう Google があれば正直何でもね。何でも私全く英語できませんが、うんいける。ね、大丈夫です。はい Google 携帯さえつなが携帯れば。さえつながっていればもう今やどこでも行けるなと思いま外した。国審査のおじさんも優しかった。はい。フィンランドね、みんなね、優しかったよね。はい。はい。私ももう少し長い時に行きたいな。1週間とか2週間ぐらい行きたいなっていう気持ちなので、ぜひご覧になっていただければと思います。そうですね。あとは、あと最近ちょっと最近アミリソンをご覧になっていない方はあまり知らないかもしれないんですけど、前よりも記事が増えていて、頑張ってるね。前より盛りだくさんな感じになっているので、はい。はい、今回は、パッチワークキルトのそうですね。ベビーキルトと、はい。あとミラさんがモデルもやってくれる、ミラさんのこのツールブックっていうんニッですかね。タースツールブックはい。っていうのとか、中に針とかも道具とかハサミが収納できる小さい、本みたいな形になっているものの作り方の紹介などもはい載っていたりしますので、読み物としても盛りだくさんになっております。はいはい。ということでパターンですかね。はい、作品の紹介に行きたいと思います。最初はフィオナです。いつもありがとうございます。フィオナともね一緒にお茶ができて、そうですね。ちょっとなんて読むんでしょうか。シブっていうのかな。シブなんでしょうか。この模様の名前なのかな。そうなのかな。なんだったかな。ちょっと忘れちゃいました。はい。だったフィオナは旦那さんがフィンランド人で、そうなんです。ヘルシンキに今それで引っ越したんです。カナダから。そうらしいです。はい。すごいね、一生懸命フィンランド語勉強中なんだよね。この線がなんていうんだっけ、この上に上がるんですけど、水平だからこの糸が1本ずつ、これね、インター社なの。インター社で編むっていうスタイルになっています。はい。こういうのね、よくあるのはかぎ針で後でやるやつで、前のフィオナのパターンはそういう感じだったんだけど、これはインター社になってる、インター社になってると思います。だからボールを何個もつなげてっていうか、ボールじゃなくてもねいいんですけど、それで編むっていう手法になっています。細かいところがとってもよくできている、面白いパターンことになっていると思うので、おすすめです。これなんか全然違う色の組み合わせで編んでも可愛いかなっていう感じで、後ろもこんな感じ、後ろの方がこのカノコの部分がちょっと
多いかな。そうですね。はい。はい。次はショールかな。次がウェーブブレーカーでソースですね。スザンヌソマソマソマーさんなのかね。まあゾマーなのかな。ゾマーなのかなドイツ語だから。これはこれリバーシブルなんだよね。どちらもいけるってやつなんでしょうか。後ろはなんかブリオッシュっぽいけど、こっち側から見るとなんかただのね、まあどちらでもストライプにいいですよね。はい、サイドウェイに編んでいます。バイアスですね。はい。三角ショールにはい。まあなってます。ソースらしくブリオッシュになっております。はい。はい。でもこれはね、比較的簡単です。簡単なブルーの、パターンも短くなっております。はい。目も大きいので、パレードなんですけど、そんなになんかね、細かくないよね。まあ19目21段なので、そこまででもないかざなと。っくり編んでいる。はい。で、パレードなんでとっても気持ちいいはい。ショールになってます。使いやすそうですね。ね、これいいよね。通年いけそうだね。欲しい。はい、自分で編まないといけないのでお願いします。はい、パレードになっています。次は、雑誌に載ってるのがこれそうですね。ミセスムーンのオーナーさんですかね。はい。はい、カレンですね。カレン・ミラーさんのデザインで、また難しくて読めません。クーシって書いてある。クーシって読むんでしょうか。はい。これミセスムーンの DK のプランプ DK の糸でパターンは編んであります。でね、ヨーロッパだったらこれ夏でも着れそうなんですけど、日本ではちょっと暑いかなと思って、ダップルでも編んでみました。サンプルをこっち後ろだった編んでみはい。でこれは後ろがパックリ割れてるのが、洒落てるってことになってこういうおります感じになっています。まあ穴が開いてるので下にケミソールとか着ないといけないので、まあ後ろが開いててもね、まあもちろんかなっていう。日本人たちはベストの気持ちで着られればいいのかなとは思います。はい。で、1枚で着るとなお可愛かったですが、はい。そうだね。まあシンプルな T シャツとか、でもまあこれねノースリーブで着るのがやっぱり一番可愛くはあった。でワンピースの上とか。がいいのかなとは思っております。いいかなとは思います。この糸本当に柔らかくて気持ちいいので、編みやすいと思います。プランプ DK でもとってもいいかなと思います。あとサイズによってちょっとここの後ろの分かれ方が全然違って、これ間違いじゃないです。最初って思ったら大きいのはあまり重なりがないんです。なのであるかないかはそうですね。この模様が大きいので、ここの重なり具合でサイズ展開がされているような感じです。ということになっています。次がイネスです。はい、イネスのバルティカなんでしょうか。イネスらしいレースショールになっています。はい、これは皆さんどうでしょうか。対策にレースで編むレースショール。イサガーのハイランドを使っています。MC と CC で、まあ見応えたっぷり。そう透けて見える。ね、でもこれなんだろう、ツイードっぽいしっかりした糸なので、張り感があります。編みやすいと思います。トップダウンっていうかレースなんですけど、このブロッキングしたらそれで模様がはっきり出て、で裏から見てもすごい綺麗で、もちろんこっちが表なんですけど裏もなんか綺麗だよね。レースショールにしては編みやすいと思いますね。模様がそんなに複雑ではないですし素敵です。まあ最後がちょっとピコットバインドオフとはい。私の苦手なピコットバインドオフなので糸量にお気をつけください。まあやりたくなければやらなくて確かに。はい。まあでもこれが可愛いんだよね、やっぱりね。
ね。頑張るしかない。そうそうね。まあピコットバインドオフをやめるんだったらこの前の色このうん、 MC で2段編んでるみたいなかわいいねそこでバインドオフしても別に、いいの感じではみんな頑張っていただければいい、はいこの色が変わってるのが可愛いですね。はい。まあ皆さん好きなところではい、やめても OK だと思います。 OK だとは思います。はい。模様ねこのワンリピートではい、やめることも可能かとは思いますが、はい、とぜいうひことで、チャレンジしてみてください。はーい。はい。次が靴下かな。ロンジチャルャのミだって。タルミナム。苗って書いてあ、はいはい。で、苗模様、苗ね。苗わかります？日本語で田んぼの苗みたいな苗です。はい。植物の小さい苗なんですけど、これが苗。そう見た。私も何度も見た。そのこれがパターン紹介のやつで、苗だよねこの感じと思って結構見ました。編み込みです。編み込みで頑張ればいいっていうただそれでこれモンディムなのかな。そうです。モンディムになっています。はい。モンディムを3色使って編み込みです。ね、とってもあったかいですね。まあ1回に2色しか使ってないので、伝統的なフェアアイとそうですね同じようなはい。感じの編み込みになってます。はい。いや、そんなことないね。あそんなことない3色使ってるとかね、4段目3色。あ、本当だ。うん。何箇所かあるね。うん。2箇所しかないかもしれないですけど、3色ありますね。はい。そこだけ頑張っていただくってこと。 2段かな。うん。みたいです。はい。はい。この辺かも。そう。ちょっと込み入っておりますが。サイズも3サイズありますので、はい。ご家族で編まれても可愛いのではないでしょうか。はい。はい。次がエミリーですね。エミリーのパターン名が、これはあれなんで英語なんじゃないですか。オブリークかな。オブリークってどういう意味ですか。このなんか斜めになってるところがそうなのかな。はい。エミリーは、私とメリさんがお願いしたかったデザイナーの一人で、ずっと一緒に仕事をしたかったデザイナーさんの一人で、どのパターンを見ても本当に賢くて、いつも関心、ね、どうやって計算したのかなみたいなこちらもパターンが多いんですけど、これもなんかね、まあ編み物をしてる人ならきっとわかるであろう、一体全体どういうことみたいなことにはなってると思いますね、ここが。ね、まあ編んでお楽しみってことで、ね、これは編んでみたい。まあ、手編みではちょっとあまり考えられないところから袖が生えてるんですけれども、なかなか面白い。普通のねストライプはよくありますけど、なかなかないデザインだと思うので、あとストラなのでさらっとしてて、本当真夏でも着れそうな感じのひんやり感になってます。着やすそうでいいと思います。後ろも見たいです。後ろ同じなんですよ。同じなんですけどね。襟ぐりが違うだけで後ろも同じ。そうなんです。ね、これ可愛いよね。ぜひいつもたくさん編み物されてる方はやってみてほしい。面白いと思いますので。次がパート2に行きまして、キットマンですね。レースショールで。これもボトムアップなのか。ラビアンエメになっております、糸が。そうですね、キットマンといえばボトムアップ。何ですか、これ。ニエミなのかしら。彼女別にどっちでもできるんですけど、ボトムアップのデザインをする人があんまりいないので、いつもうちはボトムアップでお願いしますっていう感じで。ラストが K3 Together でフィニッシュですね。ここね。いつものキットマンの楽しいやつになっておりますので、最初の作り目が大変なんですけれども、でもちょっとこれで手を慣らして、もうちょっと難しいキットマンのデザインに挑戦するっていうのも、これはかなり彼女のデザインでは簡単な方だと思うので、思いますね。ここにボップルが、キッ
ットはラミアエメンの糸ではなくて、はい、うちで手染めをご用意します。はい。はい。ということでした。いっぱい入ってる。はい。2カセぐらいです。2カセですね。はい。2カセです。650ヤードになっておりますので、ソリッドで編んでも可愛いと思います。はい、素敵だと思います。はい。次はこれがウェーラのアールトですね。アールトベストで、シンプルなんですけど、ベーラらしくここにちょっと変わったレース模様とストライプが、あとストライプが結構好きなんだよね。レインから出してた本もストライプの本なんだけど、彼女がね結構ストライプのデザインが多くて、これはなんか少し変わりストライプみたいな。一応ね1枚でも着られるぐらいの袖の空きにはなってるんですけれども、だしそんなに透けない、糸が太いのでそんなに透けないので、もうもちろん1枚で涼しいかなと。これもリネンコンの糸になってます。DK ですね。キットのご用意はその糸ではなくて、はい、ニッティングコットンなのでコットン 100% の糸でのご用意になります。はい。ということで、そうですね。この時期でも。はい、キットにはしてないんですけど、もちろんストラとかダップルで編んでもいいかなとは思います。はい。次がホルガーですね。スオミわからないんですけれどもスオミはねフィンランドのことだよね。なんでスオミっていうのかわからない。そうなんだ。いつも靴下をお願いしている、私たちの大好きなデザイナーになっています。今回はパレードでフィンランドらしい色と編み込みということでデザインしてもらいました。やっぱりちょっと水っぽいデザインしてくれたのかな。見えてないかもしれないんですけど、ここに地模様が入っています。層模様っていう感じ。編み応えたっぷりになっています。で模様があった方が段数が分からなくならないと思うので、これね2サイズ展開なので、男性サイズもいけんのかな。これは小さい方だよね。いつも思うね。で彼の靴下結構大きいですけど、これなんか初めてこんな普通サイズ見たっていう。これでもちっちゃい方なんです。ね、ちっちゃいよね。今まで見た中で一番ちっちゃいよね。キャスト72なんですけど、編んでくれた子が手がきついので小さくなったかもしれない。はい。女性は72で始めていただければと思います。はい。履き心地は良かったですよ。私ですけど履いているのは。足モデルはそうなんです。モデルに名前は書いてないですけど、そうでも可愛かったです。いつもありがとうホルガー。はい、次サリです。サリのなんてちょっとまた発音が読めないやつですね。フィンランド語。ピエルなのかね。サリすいません、ちょっと読めませんけれども。ダップルで編むショールになっていまして、これがまた可愛いです。これね、きっと普通はだいぶ洒落てると思うんですよね。やっぱりこのね、タッセルがまたこの長いタッセルとこのダップルのちょっとラフな感じの糸とすごい合ってると思います。これがこれ巻いてるとなんか洒落てるなみたいな感じで、ちょっとさすがサリと思っています。チョイスがいいですね。かわいいね。すごい単純な、そうなんです。4段か6段一模様みたいな、すごいずっと繰り返しなんですけど、レース模様がちょっと初心者の方もそんなに難しくない模様なので、基本的に繰り返しですし、さっきのベーラのうねうねの模様と基本的には一緒なんだよね。この上のこのうねがないだけで。そうなんです。よくあるフェザー&ファンみたいな模様なんで。でどんどん目が増えるって形になっているので、嫌だったらやめてもよし。途中でやめてもよし。でもこの大きさのもので、ちょっとね、もちろん日本では真夏は
あれなんですけど、ちょっと春先とか、でもコットン、そうだねコットンウールだから本当に一年中使える感じの。一年中使えると思います。これご旅行中条さんだ際にね、ったらもう冬これあ、冬それで十分で。全然十分です。なんコーかトがいらねない旅行に行くときに、はい夏とか1枚持っていくと、うんお子さんに巻いても良いし、ね、寒い時ありますもんね。とってもはい、肌触りが良くて、素敵だと思い気持ちいいです。ます。はい、次はシードレスになっています。デザイナーさんはこれなんて呼べばいいんですか？ホープポープでいいんですか？さんかな。最近、ポーポーなどでもデザインされているポープさんなんですけど、はいもうこのいつもね、この雰囲気はこのモヘアがね、はいすごいでモヘア使いがうまい、はいはい、デザイナーさんねやってることは全然難しくないので、うんスキルレベルも私2にしたんですけれども、簡単に編めると思うんこれ2ですが、本撮りいや一本撮りじゃないかな。2本撮りなの？ 1本撮りなんだ、はい、一本撮りだと思います。結構しっかりしてる感じ、でそれでどんどん編んでいくっていう感じですね。はい、どうだっこれで1た？本なのかな、なんか糸が出てるしまっといことにて。気がするしまっといて。出てきちゃった。はいあ、そうなんだ。で、フェードに編んでいるっていうだけなんです。で、最初に、フェードっていうかただ色変えてるだけだよね、なんだっけ、ビーズをちょっと編み込んでいます。はいはい。で、ビーズを入れた方が、それはもちろん可愛いんじゃないんでしょうか。ここに。重りになっていいですね。ああ、確かにそうだね。ね、はい。今、ここと裾の方に。裾これなんか最初どうやって着たらいいんだろうと思ったんだけど、意外と可愛い、可愛かったんです。で、日本人はこういうのは難しいっていう気持ちは私もよく分かってるんですけれども、でも下はジーンズはい、履いてるんですけど、で上はブラトップそうなんです。ただ上から着るだけみたいな感じで。で、私の個人的な使い方としていいんじゃないかって思ったのが、これ1枚持っていくと、夏にですね、ホテルでご飯を食べるときにこれさえ着ればいい感じに見えますっていうので、なんか便利そうだなと思いました。あと水着の上に着ちゃうとか、とかいいんじゃないかなって思いました。ビーチで着るっていうのはありかなと思うけど、意外と普通にジーンズとタンクトップの上に着るとかでも可愛いかなと思っています。はい、はい、おしまい。直してます。はい。透け感を楽しむっていうことでよろしいのではないでしょうか。次にもう一回ソースきました。そっちも見せる。あ、そちらですね。一応モヘアじゃない糸でも編んではみたんですけど、やっぱりモヘアの方が圧倒的に可愛くてそうなんです。うんまあこれはこれでさっぱりしててあれなんですけど、やっぱモヘアの方がなんかふわふわ感があってよかったですね。そうなんですね、そうね。やっぱちょっと可愛さからいくと、やっぱふわふわが大事だったかも。そうなんです。はい。あとやっぱビーズあった方がそうですね。うんはい。まあロングベストの気持ちで着られるのもいいのかなとは思います。はい。ワンピースの上とかでもそうそうそう、うんそうなんです。もう一枚布を着るみたいな気持ちで着られると、レイヤースタイルで素敵なんじゃないでしょうもか。う一つのサンプルはアルパカワンだと思います。はい。イサガワのアルパカワンです。はい。次、もう一枚ソースお願いしました。今回ソースが多分3つデザインを送っていただいたんですけれども、すごく良くてですね、2つも選んでしまいましたありがとうございます。今回のはマデリン・トッシュの、DK とソックを組み合わせるっていうやつになっています。はい、そうなんです。2 different yarn weights でいきます。
はい。それで、いろんな模様が組み合わせていくんですよね。まあこのところはブリオッシュになってて、ここはちょっと地模様の表と裏を組み合わせた感じの、でもちょっとなんかあれそんなにねブリオッシュっていう感じのブリオッシュではないですね。この模様は2つ使っているんですが、そんなに複雑なことはこっちはしていませんので、でもあれなんじゃない、掛け目、掛け目は2段で1段のそうなんです。引き上げ編みをしているので、そうだとは思います。はい。ということで、そう2色使ってないからブリオッシュに見えないだけで、やってることは一緒なのとは思います。あとここはね、ボコボコした感じの見た目の地模様になってます。という2つの模様の組み合わせでいくということになってます。ちょっとさりげない感じで、これも素敵なショールになってます。こっちもキットはうちの手染めでご用意します。ということでご紹介は終わりです。これはいいですか？一応。そうだね。違う色味で。そうですね。ちょっと違う色味で編んでみたんですけど、他とあまりにも違いすぎてボツになった。でもこれはこれで可愛いですね。これはこれで可愛いんです。ちょっと雑誌に載せるのにこれだけ目立ちすぎてどうかなと思ってちょっとやめたんですけど、派手派手カラーも可愛いってことで、お好きな方は明るい色で編むとこんな感じになりますっていうことで、なんかここの裾がまたダブルなんだね。いやゴム編み止め？そうです。になってます。ね、端がね、すごいね。なかなかショールでこれを使ってるのを初めて見た。チューブラバイドメソッドって書いてある。全部の端がすごいなんか綺麗に仕上がってて、みんな頑張ってください。ここは巨大なアイコードみたいな。やりたくなければ全然お好きになさってください。いい感じだよね。その鉢すごい綺麗なチューブラバイドメソッドになっておりますので、私そんなに嫌いじゃないの。私も嫌い。でも長い距離をやるのに糸端がすごいこう長いのよね。私なんかイゾルダーのやつを見たら、糸を何回か折りたたんだのをそのまま針に通してやると、こう手をねこうやんなくていいっていうので、私はいつもそうやってます。私は途中で糸をつなぎます。それもありか。糸が擦れるでしょ、だってこうやってる。だから最後の方ボロボロです。そうなんですね。でもそれでもいいです。いいのね。人それぞれということで。っていうことでした。今回もやり遂げましたね。皆さん大変お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今から楽しい。そうだった。また終わったか私たちか。まだこれからでしたね。また今回もカルをやりますので。そうですね。今回はフィンランドのお土産をちょっとしたものなんですけど、カルの景品にしようかなと思っているので、用意しておりますので、楽しみになさってください。カルのお知らせはインスタでやるんですね。そうですね。またインスタ見といていただけたら。そうですね。ファミリスのインスタもでもきっとオルナット京都のインスタでも告知はするかなと思いますので。あと編んでみたい方は手持ちの糸でもいいですけど、キットもご用意しているので、よかったら見てみてください。あとあれじゃない、最後にこの T シャツはアミリスオリジナルの急に宣伝。これもうない。これもうないの？マジックループないんじゃないかな。ないと思います。こちら皆さんご存知あれですね。ブリオッシュ。さっきもいっぱい出てきた。ブリオッシュの冷やし目。まだこれあると思います。色と黒があります。そうなんです。ね、マジックループまた作りたいなとは思ってるんです。欲しい。マジックループが良かった。欲しいです。ちょっと野球 T シャツそうなんです。フォントになってます。
ということなので、急に宣伝を挟んでしまいます。そして今日から YouTube らしいことを言おうと思います。どうしたらいいんだっけ？この動画がいいと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押して、あとコメントもよろしくお願いします。はい、あとインスタグラムもやってますので、はい、ウォルナット_京都はい、をぜひフォローしてください。はい、では、雑誌を楽しんでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。